はい、こんにちは。今日もポッドキャスト撮っていきたいと思います。今日は月曜日なんですけど、昨日、一昨日の土日、結構休んで、私土日も基本的には仕事をしてるんですけど、土日のどっちかは普通に1日8から12時間ぐらいがっつり仕事をして、残りの1日は遊んだり出かけたりはするんですけど、やっぱり朝か夜は仕事をしてたり、私は移動中とかでも SNS で仕事をしてたりするので、基本的に休みっていうのはないんですけど、この間の土日、ほんとフリーランスになって初めて休んだなっていう感じでした。ちょっとは仕事したんですけど、日曜の夜と土曜の夜ちょっとしたから、でも合計でも2時間ぐらいしか仕事をしてなくて、土曜日はもうお昼まで寝て、で、ジム行ったりとか、あとは妹が家に来たんで、一緒にたこ焼きパーティーして、アニメ見ながら作って食べてたりしたんですけど、で、日曜日は早起きして、旦那が脱毛行くのと夕方にインプラントの手術があったんで、ついていきました。脱毛皆さんしてますか？私も脱毛はね、全身やってるんですけど、脱毛ってよく女子はね、脱毛の話すると思うんですけど、美容脱毛と医療脱毛があって、本当に美容脱毛って全然効かないですよね。私もね、最初美容脱毛やって、でもちょっと薄くなったんですよ、やっぱり。18万ぐらいかなかけて、その時は足と腕だけだったかな。で、その後医療脱毛をして、医療脱毛痛いって言うけど、最近のはそんなに痛くないなって思います。顔とかもやってますけど、全然痛くない。で、私は昨日はね、やってないんだけど、もうついてっただけ。ついてったというか、近くのカフェで仕事をしてて、で、お昼食べて、また別のカフェ行って、私は仕事をしてて、で、旦那は歯医者に行って1時間ぐらいかな。インプラントって歯を埋めることですよね。歯はあるんですけど、奥歯の一箇所が昔から、昔って言っても何年前なんだろう、10年前とかなのかな。歯が抜けちゃって、で、奥歯のちょっと手前だから、生活とか食べることに支障はないんですけど、歯がないと、やっぱりどんどんそのない部分に、周りの歯がそっちにどんどん集まってきて、やっぱ歯並び悪くなっちゃったりするし、将来ね、年取った時にいろいろ困るんで、もともと入れ歯みたいな、いつでもつけれる、外せるものをしてたんですけど、やっぱめんどくさいから入れ歯って洗わなきゃいけないし、だからインプラントやるって言って、50万ぐらいなのかな。ね、歯って高いですよね。私も矯正した時100万ぐらいかかったけど。いやー、歯は高い。もう本当に生まれつき歯が綺麗な人ってもうそれだけで得ですよね。歯って結構遺伝ありますよね。うちの家族みんな歯並びがすっごい悪いわけじゃないんだけど、八重歯みたいなので、ちょっとね、ちょっと幼い感じの歯並びなんですよね。私昔はその歯並びそんな嫌じゃなかったんですけど、やっぱ年取るにつれて嫌だなと思って。しかもこういうね、YouTube 出たりとか、なんかそういうのやってるから、もう気になって、コロナの時に矯正をしました。で、旦那は歯並びはいいんだけど、歯が一本ないので、インプラントをして、で、これでね、楽になりますよね。旅行行く時とかも、やっぱり、毎回その歯を、しかも寝る時つけちゃいけないんだっけな。なんか寝る時いつも外してるんだよな。
で、洗わなきゃいけないし、逆か、寝るときつけるのかな。そう、めんどくさいですよね。私も矯正してたとき、マウスピース矯正だったんで、めんどくさかったですね。いちいち洗って。今も本当はリテーナーつけなきゃいけないんですけど、めんどくさくてつけてなくて、でまた歯並び戻ったら嫌だからちゃんとつけるようにしよう。結構医療で言うと一番お金使ったのはマウスピース矯正で、それ以外はそんなにないかな。夫の方はそのインプラントと、あと ICL って言って目の中にコンタクトを入れて、それずっと入ってるやつで、視力回復するやつですね。視力を良くするやつをやってますね。それもね、60万ぐらいかなでやってましたね。やっぱりコンタクトもメガネもいらない。もう朝起きた瞬間から見えるってめっちゃいいと思うんですけど、私も目悪くて、でも私はもう目を切って入れるっていうのがまず怖いし、でも全然痛くないみたいです。そりゃそうね。麻酔、目薬の麻酔なんだよね。で、手術自体も本当に数秒で終わる。一瞬。すごいですよね。で、しかも目を切っても血出ないから、だから私その時も一緒に行ったんだけど、でも私は中には入んないですよ。カフェでよく待ってるっていうのが好きなんで。で、そうね。何年前だ？それ5年前とかなのかな？ 3 年前とかかな？すごいですよね。本当医療。すごいな。目を良くするのって、その ICL ともう一個レーシックっていうのがあって、レーシックは目の角膜を削るのかな？私の友達やってましたね。レーシックの方が安いんですよね。ICL の方が高い。で、ICL は目の中にコンタクト入れるけど、取れるんですよね。取りたい時には取れるみたいな。取ることなんてね、ないと思うんだけど、病気になった時とかなのかな。私もこれから、さすがに、歯列矯正の100万以上出すことはもうないと思うけど、ちょっとずつね、年取ってって、美容整形はしないけど、やっぱり、ちょっとずつ、ね、いつまでも若々しくいたいですからね。ちょっとずつなんかしたいなとは思うんだけど、目の下のクマ取りたいな。あれ多分40万とか50万とかかかるのかな。取りたい言って。私やっぱ苦手なんですよ、そういうの。矯正は何も、痛いけど、切ったりとかしないじゃないですか。歯は抜きましたけどね。親知らずだけ。私は。親知らずだけ抜いて、で、特になんか痛いとかはないから、そうやっぱ、切る系はちょっと怖いですよね。絶対大丈夫と思っても、私苦手なんですよね。病院が苦手だから。でもいつかはやりたいなとは思います。はい、そんな感じの土日の過ごし方でした。今日はね、何を話そうかな。なんか私朝起きたら、すぐ、朝パッて起きて、ご飯作ったりとか洗濯したりして、でたまに、その後 SNS ダラダラ見てるんですけど、今日も SNS ダラダラ見てて、もういろんなニュースあるなーって思いながら。でもなんか一個一個やっぱね、今面白いニュースたくさんあって、なんか一個一個コメントしていきたいなって、そういう時にポッドキャストで、私が見てるポッドキャスト、2つぐらいあるんですけど、そういう感じで、ほぼ毎日更新してくれてるやつがあって、話すことない時はそういうの見てたりとか、AI に聞いたりとかしてますね。私のポッドキャストなんか日本語学習者向けってわけでもないくなってきてる気がする。結構他の人のポッドキャスト見てて、
単語の意味を書いてあげてたりとか、そういうのはね、すごい勉強になるから、私でも N1、N2 でそういう感じで YouTube 出してるんですよね。最近出せてないんだよな。ポッドキャストじゃないんだけど、Vlog みたいな感じ。ジム行った日とか、あと山梨行った日とか、私基本動画回してるんですけど、あんまり自分映ってないし、これを YouTube 出すのどうしようかなって思った時に、それを N1 の語彙を使って文章を作って話すみたいな。私、ああいう組み立てるもの好きで、なんか多分変わってると思うんですけど、この単語を使って文章を作りなさいみたいな、そういう問題昔から好きなんですよ。国語も得意だったけど、で、でも私が今 YouTube に上げてる動画は何十分とかそれを使って話さなきゃいけないんだけど、単語を40、50ぐらい入れてるかな。でもね、あれ楽しいんですよね、私。それを使って、で、かつ綺麗な映像を見せながら、で、聞いてる人も勉強になって、で、ちゃんと N1 でよく出てくる語彙とか文法、漢字を使って、なんかぴったりそれで話せた時がすごい嬉しい。でもあれはもちろん、ちゃんと台本は事前に書いて読んでるだけです。さすがにもう単語だけ並べて、じゃあアドリブで話してくださいって言って話せないですけど、あれね、またやりたい。多分素材10個ぐらい溜まってるんですよね。もう1年前に行った韓国のやつとか、そういうので使おうって思っていろいろ撮影してて、全然出せてないな。でもほんと YouTube、JLPT の動画、ありがたいことにたくさんの人見てくれて役に立ってたらいいなぁと思います。毎回試験終わったらどんな問題だったかなって見るんですけど、でも本当にね、なんか問題、110分だよね。110分の、聴解が50分で、読解と語彙が110分か。なんか、こんだけ何時間かけてみんな勉強して、私も動画作って、それでも出るのって、マジで一部。当たり前なんだけど、でもその答え以外にも長文の中にその語彙が出てきたりとかするから、やっぱり勉強すること全然無駄ではないんだけど、その問題見て、基本的にもう私は動画出しまくってるんで、網羅してる、私が出してる語彙とか漢字の中から基本的には N1、N2 の試験に出てるなとは思うんだけど、でもやっぱり毎回、これか、みたいな。やっぱこれかって。もう毎回顕著出るじゃん、みたいな。もう顕著めっちゃ出るんですよね。著しいの顕著ね。だから私あれ、毎回レッスンで N1 のレッスンとかやるんですけど、もう顕著めっちゃ出す。顕著だけじゃないけどね。意義とかね、意図とか、もういろいろあるけど。やっぱり、でも顕著って使えますしね。ビジネスにいて。使うし、覚えておくべきだよな。あとあれか、帰省ね。自分のふるさとに帰ること。絶対あれ日本人も帰省って読んでる人いるんだよな。なんかそういうのが気になっちゃう。日本語学校にいるときは、そういう、もちろんみんな正しい日本語だから、教職員も。なんなら多分私が一番日本語が汚かったと思う。私つくづく思うんですよね。SNS 発信してるけど、私の日本語というか話し方、丁寧に話せるんだけど、デフォルトが私あんまり言葉遣いが綺麗じゃないんですよ。恥ずかしながら。いや、なんか言葉遣い汚いとは言われたくないんだけど、やっぱり友達とか、あと妹と話す時間が多くて、今は家族ね、旦那と話す時間が一番多いけど、昔はそんな感じで、ずっとベラ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 喋って、もうそれが染みついて、でもちゃんと
社会人になって一応ビジネス用語とか綺麗な日本語は身についたとは思うんだけどね。で、なんでこの私の言葉遣いが悪いっていう話になったんだっけな。そう。ちゃんと N1 で試験出てくる語彙とか出やすいものってやっぱ使うなっていう、ビジネスで使うなって思って、で、日本語学校にいた時は他の人の日本語は気にならなかったんだけど、その後転職した後とか、あと今フリーランスで仕事をしてるけど、正しくない日本語を話してる人はもうほんとすっごい多い。で、それはちょっと気になるけど、なんかいちいち指摘するのもね、ちょっとうるさいじゃないですか。なんか別に伝わればいいし。そう、だからね、伝わればいいんですよ。伝わればいいんだけど、でもやっぱり正式な場でのプレゼンテーションとか、あとは、会議とか、その取引先との打ち合わせとかでも、ちょっと間違うぐらいならいいんだけど、やっぱあまりにも言葉がおかしいと、それは日本人でも外国人でも、ちょっとこの人大丈夫かなっていう、教養がないなっていうふうに思っちゃうかなと思うので、やっぱり N2、N1 の勉強っていうのは無駄にはならないなとは思います。その教養っていう部分で言うと、もう本当に教養って大事だなって思うんだけど、私よく SNS で見かけた面白いことをスクショしとくんですよ。これ、ポッドキャストとか、あとインスタとかのネタになるかなって思って。でもスクショが多すぎて結局流れてくんですけど、忘れちゃうんですけど、でもこの間そのスクショ見返してて、一個あったのが、親からこれを教わっててよかったみたいなものがまとめてあって、これも教養というかマナーみたいな感じなんですけど、やっぱり生きてたら、この人どういう教育されてきたんだろうみたいな人いるじゃないですか。ね、たくさんいるじゃないですか。もちろん私も完璧じゃないとは思うんだけど、でも、一般的なマナーとか、そういうのは身につけてるはず、常識、例えばこれスクショしたんだけど、人の家に行くときは手土産、靴下を履くってあって、人の家に行くときは何かお土産を持っていく、そして靴下を履く。これは、当たり前だと思う、私も。これは手土産持ちなさいとは教わったことはないけど、裸足で上がらないようにっていうのは教わってというか、多分友達ん家行くときかな、サンダルで行くときに、靴下持たされたかな。それででも、そうだよねって思って、私も自分の家に裸足で人が上がってきたら嫌だから、で、これは私も常識だと思うけど、でも、これやらない人いるじゃないですか。手土産持ってかない。しょっちゅう行くんだったら毎回持ってく必要はないけど、私は人の家、そんなに行くことはないけど、たまに行くかな。やっぱり必ず、手土産ってそんな豪華なものじゃないけど、駅で買ったお菓子とか、スターバックスとかでもいいんだけど、そういうのは必ず持っていくし、あとは、サンダルで行くときは靴下履くけど、でもあんまりサンダルで行かないかな。これは、当たり前だなと思って、他にもね、感謝を伝えるときはどうもじゃなくてありがとうってちゃんと言う。これもそうだなって思うし、どんなに仲良くても金銭の貸し借りはしたらダメ。どうしてもの時は30分以内に返せる金額。これわざわざ教わったことはないけど、金銭の貸し借りってみんなします？私したことないんだよな。友達にお金貸してって言われたことない。言われたらでも、ここに書いてある通り、30分以内に返せる金額。30分以内ってどういうことって感じだけど、つまりは
いつでも返せるような金額ってことですよね。それなら貸すかな。仲いい友達だったら。さすがにちょっと100万貸してって言われたら、ってなるけど、でもそのね、仲良くない人から言われたらもちろんそんな1円でも貸さないけど、仲いい親友とかから言われたら、いやなんかあったってなるよね。でもお金を貸して解決するものなのかまず聞くけどね。あとはね、誰かがまだご飯を食べている時や食後のコーヒーが残っている時は帰る準備をするのは失礼。これはそうなのかな。私絶対とは言わないけど、基本的に最後までご飯食べてるから、もうね、これは友達もわかってる。私は食べるのが遅いってね。でも、帰る準備してたら、確かに嫌だけどね。てかやっぱそもそもそうなんですよね。そういう友達はいないってね。でもこういう書くってことはいるんでしょうね。あとは、そうね、ここはでもこのスクショした内容はそれぐらいだけど、結構 SNS 見てると、信じられない人っているじゃないですか。スクショしてないけど覚えてるのが、その人ん家に行って、常温の水道水からそのまんま出したぬるい水が出てきた。で、やっぱそういうのは信じられないなって思っちゃいます。あとは、手土産にケーキを持って行って、その人の家にね。で、普通、それって、そのメンバーで食べるものなんだけど、ケーキ冷蔵庫にしまって出してこない。で、言って、さっき買ってきたケーキ食べようよって言って、そしたら、いや、あれは、なんだっけな。後でみたいな感じでごまかされて、結局最後まで出さないみたいな。いや、もうそういう人に私は、今のところ会ってないから、信じられないんだけど、そういう人がいるのは事実で、もしかしたら、私をフォローしてくれてる人の中でも、そういう感性、そういう方もいるかもしれない。そういう方は、やっぱり、正直直した方がいいとは思う。じゃないと、人からまず嫌われる、距離を置かれてしまう、そういう人たち同士だったらね、仲良くなれるかもしれないんだけど、要はやっぱりこれをやって人がどう思うか。これはね、ついこの間も友達と話してたんだけど、どうだろう。血液型で私あんまり性格とか相性って別に決まらないって思ってたんだけど、この年になって、血液型ってやっぱあるのかなって。で、日本人って A、O が多いんですよね。次に B、AB 型。これ国によって違うの面白いですよね。だからやっぱり血液型で性格ってあるのかなと思うんだけど。で、どうやら、私 B 型です。で、うち家族全員 B。友達は意外と B じゃないんですよね。でも B の子もいるけど。もうそもそも本当血液型に興味がなさすぎて、友達の血液型知らなかったんだけど、ここ最近、血液型がすごい面白くて、改めて親友に血液型を聞くっていう、やっぱ B 型だったんだってね、思ったりするんだけど、なんだっけ、B 型は、B 型はね、あんま気にしないのか。気にしない性格で、一人が好き。あとは、結構人のことを考えるのが B 型。これいいように言ったらね。どうやら B 型はわがままみたいなんだけど、どうだろう。でもわがままっちゃわがままかもしれないけど、でもそのわがままを言ったらダメだって分かってるから言わないけど、こっそり距離を置くとかそういうことはするかもしれない。で、やっぱり B 型同士って、うち家族もそうだし、旦那も B 型なんだけど、一緒にいて嫌だな、苦痛だなとか、うざいなとか思うことはなくって、でも他の人と話してたら、やっぱり誰かと一緒にいると嫌だ。それ B 型の人が、A 型の人とね、いると嫌だったんだって。もういるだけでイライラするみたいな。
でも、それはね、その性格もあんのかもしれないんだけど、なんか今まで私そういうの思ったことないなと思って。でも確かにもちろん、細かすぎる人とかが家にいたら嫌だよね。みんな B 型だから、でも B 型は結構気にするから、おおらかだけど気にするみたいな。なんかその、気を使って一人にしてあげるとか、あとでもあれだな、あの、そうなんかこれも友達と話してて、なるほどって思ったんだけど、他の人たちが話してる会話、自分以外ね、自分は一人の時とか、一人じゃなくてもいいんだけど、他の子たちが話してる会話って気になりますか？で、後からさっき何話してたのとか言います？私は全然気にならないし、なんなら、それも B 型のこと話してて、なんなら人が話してるのって気づいてなくないみたいな。やっぱりなんか自分の世界にいる。で、他を見てない。うん。いい意味で、見て気は使うんだけど、なんか一人の子いたりとか、そういうのは、これ私の性格かもしれないんだけど、すごい気を使うから、なんか一人でポツンとしてる子がいたら、なんか話しかけに行ったりとか、なんか困ってる人いないかなとか、そういうのは見てるんだけど、楽しそうにしてる人たちが何してるかとか、全然やっぱり興味がなくって、それは結構 SNS とか、私そういうね、昔から SNS って見る人だけど、人によってはなんか、誰かと誰かが遊んでるとか、なんか自分は誘われてない、そういうの気になる人とかいるじゃないですか。私はこれは B 型だからか性格なのかわかんないけど、もう一切気にしないんですね。私、やっぱりその、誰かと話してる会話とか全く興味がないから気にならないんだけど、A 型の人は、さっき何話してたのみたいな聞くって言って、私はでも、それはわかんないけど、うん、そもそもその A 型だからどうとかも気にしてないんだけどね。でもその B 型の人は、B 型の子はそう言ってました。このね、血液型についてはね、若干、でもスピリチュアルとはちょっと違うよな。実際その、私だから占いとかも本当に一切信じてないんですね。あと厄年とか、なんかそういうのも信じてなくって、そうスピリチュアル的なものがね、全く信じてないんだけど、でもなんか信じてる人の話を聞くのは面白いというか、そういう占いとかもね、なんか話を聞くのは面白いんですよ。別に自分は見てもらわなくていいんだけど、その占いが当たったとか、あとは、こういう感じでなんかその悪い運気が来るとか、そういうのを聞くのは面白いけど、あれかな、やっぱ自分の目の前にあるものしかきっと興味がないんですよね。はい。じゃあ30分になろうとしてるので、今日はここら辺で終わりにしようかなと思います。はい。最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。